皆様本日はですね、じゃん、こちらの大量のたらこ使って、まだ作ったことなかったよね。なかったね。たらこパスタと、たらこパスタ自体はすぐできちゃうんで、それプラスたらこを使ってたらもサラダ。たらもだよ、たらこじゃないよ、たらもだよ。なんでトラモなの？たらもが魚の卵、魚卵って意味なんだって、ギリシャとかの方で。だから別に芋だと思って日本だとたらことじゃがいもだと勘違いするんだって。でもそういうたらもっていう単語があるみたいよ、向こうだと。でたらこじゃなくて向こうだったら鯉の卵とかも使ったりするんだって。向こうに鯉の馴染みなんてあるんだ。カープって英語があるぐらいですね。すごい知識。はいどうやということでやっていきます。で今回たらもサラダって結構パンとかに塗って食べる結構濃い味がベースらしいんだけど、今回どちらかといえばたらこ入りのポテトサラダ風な感じのそのままで食べられる感じそうにしたいと思います。はい、じゃあやっていくんですけれども、今回パスタは3人前 300g でいきます。はい、じゃあまずたらもサラダの準備の方が時間かかるのでたらもからいきます。まずこちらじゃがいもですね。今回北あかりだったかな。皮を剥いて芽を包丁のここの部分で取りました。でこちらちょっと細かくカットしてレンジでいきます。じゃあ4つ分カットしたらふんわりとラップをして、でホクホクに、なればいいんですけれども、一応目安としては600ワットで8分ほどやります。じゃあね、今回たらもサラダはたらことこちら今回スイートコーンとじゃがいも、あとマヨネーズと胡椒で和える感じなんですけれども、たらこパスタの方ねはもみのりと上にしそをやろうと思っているので、まずしそカットしておきます。水洗いします。じゃあしそカットしておきます。はい、じゃあこちら取っときます。じゃあたらこですね。今回すごい安くなってたのが切り子だったんで、こちらはもう一応ぶつ切りにはしてくれてるやつですね。うわ、めっちゃたらこの匂い。でこちらをできるだけちょっと皮とたらこの部分なんていうんだろうねを分けます。軽く開いた後もう包丁の背でもいいし、皮を押さえてこうすれば皮がほぐれて中の卵だけ出るので、でも少々皮が入ってもね大丈夫なんでね、そこら辺はもう皆様のお好みで。今気づいた、ゴム手袋をつける手が逆だった。 OK、 ちょっと改めて。で切り子でも何でもとりあえずあれだね、包丁でちょっとまず皮に切れ目を入れて開いてあげないと身はほぐしづらい、身というかねほぐしづらいんで、たらもサラダの方はちょっとめんどくさいんで皮ごと入れちゃいます。どうせね一緒に潰しちゃうんで。でじゃがいもも7分チンし終わった後見たらだいぶね柔らかくなってたんでちょうどいいかなと。でここまで準備ができたらパスタ茹で始めたいと思います。7分なんでね。はい、じゃあパスタお塩入れて再沸騰したので茹で始めます。こちら今回パスタ7分のパスタなんで5分で揚げちゃいます。よし、じゃあ今からスピード勝負やっていきます。まずじゃあたらもサラダの方ですね。じゃがいも軽くマッシャーで潰して、マッシャーがなかったらねヘラとかそういうので潰してもいいよ。だいたいこれくらいになったら先ほどのたらこに合わせます。でここにコーン1缶つゆを切って入れちゃいます。多分お子さんもすごい好きな味になると思います。コーンを入れて、でここでね少しだけニンニクをちょびっと小さじ1/2もいかないぐらい入れて、バター 10g にマヨネーズ、こちらお好み量入れてください。僕は結構たっぷりめに入れます。たらこの塩気があるのでお塩は加えずに黒胡椒、でこちら混ぜ合わせます。こちらでたらもサラダ完成。
じゃあ次パスタいきます。ではほぐしたたらこに今回3人前で考えてください。あごだし、こちらを大さじ1/2ほど、これくらい。バター、結構ねバターしっかりめに入れます。 30g、 1人前 10g だと思って。さらに隠し味ですね、昆布茶。これでね和風の香りとうまみがだいぶ追加されます。こちらをこのもともと付属なんだけど、このスプーンの3杯分、1人前につき1杯でいいです。はい、お醤油も大さじ1/2ほど。であとはこちらを茹でたてのパスタと和えるだけです。ちゃんとパスタ茹でる時間内に全部できました。で最後も和えた後は刻み海苔とかしそとか盛り付けてあげてください。ではこちらパスタ、茹でたてのパスタを入れて、でちょっとバターも入ってるんでね、この熱で溶かしつつ絡めていきます。もう絶対うまい。で最後バターが完全に溶けきる前にレモン汁を大さじ1杯、で再度もう一度混ぜ合わせたら、はい、こちらでたらこパスタ完成。じゃあたらもサラダも完成しているので実際盛り付けて食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。飲める前にも一緒に食べちゃう。そうだね。っていうかもうさ、完璧なんだよな。うまいの分かってんだよ。完璧なんだよな、もう絶対。もうたらこの量が尋常じゃないのが最高。いや俺これね、海苔たくさんなのもいいね。やっぱ自宅パスタはさ、海苔追加できるもんね。そういうのがね。いただきます。なんだろう、本当になんかお家で食べてるパスタと思えないぐらいめっちゃうまい。こうちゃんってのは本当パスタ得意だよね。なんかね、1個超えてくるんだよね。すげえうまいじゃん。超うまい。ちょっとだしの香りとレモンの酸味とバランス完璧で、バターもあるからちょっとコクもあってね。うまっ。昆布茶効いてるねこれ。めっちゃ美味しい。ほんとみんなちょっとこれ食べていい？これもうパンに挟んで食べたい。めっちゃうまっ。これはちいちゃい子も超大喜びだね。でちょっとだけニンニク使わせてるのもめっちゃいいわ。めっちゃ美味しい。ということで、本日はですね、家庭でとっても美味しくできるたらこパスタをね、こうちゃんに作っていただいたんですけども、なんかこういうさ、なんか定番の料理じゃないけどさ、作ってないの結構多い、まだあるんだなっていうことに気づいたし、やっぱね、こうちゃんのパスタ料理はね、やっぱすげえうまいっす。なんだろう、お店で食べているそのたらこパスタとかもよく頼んだりして食べるんですけど、やっぱ負けてない。
ほんと家庭で食べるたらこパスタでは本当最上級だなって思ったのと、あと個人的にはこれタラモサラダめっちゃうまい。お子さん大好きだと思うこの味。そう単純にもうこのお芋だけでも美味しいんだけど、やっぱコーンが入ってるその食感もう最高にうまいです。めっちゃ美味しいね。もう本当はねパンがあればパンに挟んで食べたいんですけども、今パンがないので、はい、我慢したいかなと思います。はい、ということで本日は以上になります。簡単だしとっても美味しいので、あと隠し味でね昆布茶とか紅茶が入れてくれてるんですけど、そこら辺をね真似していただくとより一層ね美味しくなると思うんで、はい、あと味が絡みやすいように茹で汁を完全に切り切らずに、ちょっと汁がちょっとまだ滴ってるかなぐらいのパスタを入れてあげる方が味が馴染みやすいと思うので、はい、そちらをぜひ、はい、参考にやってみてください。はい、わかりました。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それじゃあまたね。バイバイ。